大学に行きたい。いいわね。自分で何とかしなさい。と母は言いながら、私の妹に12万ドルの授業料の小切手をテーブルの上に滑らせた。同じテーブル、同じ夕食、同じ両親、そして違う娘。9年後、私は妹の結婚式の後ろに立っていた。その結婚式は、私の未来に一銭も使わなかった両親によって支払われたものであった。母は部屋を見渡し、父に囁いた。何かが足りない気がするのはなぜ、誰も答える前に、花婿の顔色が青ざめた。彼は私を見て、次にジュリアを見て、再び私を見つめ、200人のゲストを黙らせる一言を口にした。その言葉とその後に起こったことは、結婚式を破壊し、家族の嘘を暴き、9年間の沈黙を4分以内に終わらせた。これから話を続ける前に、もしこの物語に共感したら、ぜひ、いいねと、チャンネル登録をお願いします。あなたがどこから視聴しているのか、コメントで教えてください。私の名前はペイジ・コネリー、27歳です。そして、これは復讐の物語ではありません。これは正義をもって終わる生存の物語です。さて、9年前、すべてを変えた夕食に戻りましょう。私はコネチカット州ウェストハートフォードのメープルリッジレーンにある白いコロニアル風の家で育ちました。4つの寝室、2台分の車庫、父が毎週土曜日にきちんと手入れをする芝生。外見上は、私たちは整った家族に見えました。しかし、内側は、どの娘に尋ねるかによって異なります。母、ドナ・コネリーには、特別なシステムがありました。それはどこにも書かれていなかったけれど、家の中の全員が理解していました。ジュリアは投資で、私はオーバーヘッド。ジュリアはピアノのレッスンを受け、私はお下がりの教科書をもらった。ジュリアは学校のダンスごとに新しいドレスをもらい、私は、持っているもので何とかしなさい、と言われた。母はそれを隠すことはせず、近所のバーベキューで私たちをまるで商品ラインのように紹介しました。こちらが私の娘ジュリア。彼女は素晴らしいことを成し遂げるでしょう。そして、私に向かって曖昧にジェスチャーをし、こちらがページ、と。予測も誇りもなく、ただ名前だけが呼ばれました。冷蔵庫は、ジュリアの人生の博物館でした。チアリーディングの写真、名誉協会の証明書、ホームカミングの乾いたトウモロコシが冷凍庫の取っ手にテープで貼られ、すべてが覆い尽くされていました。ある朝、2年生の時、私は名誉ロールの証明書を磁石で真ん中に貼り付けました。学校から帰ると、それは消えていました。冷蔵庫が混雑していると言って、母は雑誌から目を離さずに言いました。父、リチャードは別の問題でした。彼は残酷ではありませんでしたが、感情的に、戦略的に欠席していました。時々、母の耳が届かない廊下で私を見つけ、肩を軽く握りしめて、君のことが誇りだよ、と言いました。その5つの言葉は、いつも囁き声で、ドナが見ていない時だけでした。まるで私を誇りに思うことが秘密が必要なことのように。大学に入ったら変わると思っていました。私は半分をカバーする奨学金を得ていました。残りをカバーしてもらうだけでよかったのです。あの夕食のテーブルで起こったことは、今でも頭の中で再生され続けています。2008年5月、私は18歳でした。高校卒業まで11日。計画を立てていました。奨学金の手紙、授業料の内訳、4年分の予算をスプレッドシートにまとめ、アルバイトの収入や推定支出、埋める必要のあるギャップも。4年間で6万2000ドル。バスルームの鏡の前で3回リハーサルをしました。夕食はローストチキン。ジュリアは私の向かいに座り、電話を見ていました。父は静かに肉を切っていました。母が2杯目のワインを終えるのを待ってから、フォルダーをテーブルに置きました。夕刊に入ったよ、と言いました。奨学金は半分。残りを助けてほしい。母はフォルダーを開けませんでした。ペイジ、話したはずよ。私たちは実際には一度も話したことがありません。自立を学ぶ必要があると、彼女は冷淡に言いました。現実の世界は、物を簡単に手に入れさせてくれない。私は明らかなことを指摘しました。
ジュリアのシラキュース大学の授業料は全額支払っているじゃないですか。母はナプキンを丁寧に折りたたみました。彼女は育成する必要のある可能性を持っている。あなたはもっとたくましい。私は父を見ました。彼は皿を見つめていました。フォークは動かず、何も言いませんでした。ジュリアは水のグラスをかき混ぜていましたが、私を守ってくれる言葉は一つもありませんでした。この話は終わりよ、母は言いました。本当に欲しいなら、方法を見つけるわ。それが強い人のやることよ。私は書類を集めました。手が震えていました。彼らの前で泣くことはしないと決めていました。その夜、廊下で父が私の腕を捕まえました。ついに、彼が何かを言うと思ったのですが、お母さんには理由があるんだ、と言いました。少し時間を与えて、そして彼は立ち去りました。リビングルームに戻り、テレビの前に戻り、私の沈黙を必要とする平和のバージョンに戻ったのです。その夜、私は一つのスーツケースを詰めました。貯金口座には$340あり、私は9年間逆転していない決断をしました。午前5時14分。キッチンは暗かった。私は家の鍵をカウンターの上に置きました。コーヒーメーカーの隣、母が毎朝6時15分に最初に見つけるための場所です。メモは書きませんでした。説明するものは何も残っていなかったのです。ガレージの明かりはついていました。父はビュイックに座り、エンジンを切り、ハンドルに手を置いていました。彼は私をフロントガラス越しに見て、私は彼を見ました。彼はドアを開けず、私はガラスをノックしませんでした。ただ、3秒間見つめ合いました。それは1年のように感じました。そうして、私は振り返り、ファーミントンアベニューのバス停へ歩き出しました。キャンパスまで90分。私の寮の部屋には薄いマットレス、金属の机、完全に閉まらない窓がありました。シーツも毛布も忘れてしまいました。初めての夜、私はジャケットを着たまま眠りました。週末が終わる頃には、私は3つの仕事を持っていました。メインストリートの近くにあるイタリアンレストラン、フェリスでの皿洗い、ルート4の3個での深夜のレジ係、週末の寮の清掃チーム。私のスケジュールは、箱に絵のないジグソーパズルのようでした。ここで4時間の睡眠、あそこでは90分の昼寝。フェリスが閉店時に捨てる食べ物を食べていました。2週間後、母に電話をかけました。なぜかはわかりません。距離が何かを和らげると思ったのかもしれません。あなたは自分で選んだのよ、と彼女は言いました。私を罪悪感にさせないで、彼女は電話を切りました。7秒。この会話がすべてでした。彼女の番号を新しい名前で保存しました。応答しないでと。夕方、ジュリアからのテキストが届きました。それを長い間見つめました。ママが言ったの。あなたは大げさだって。帰って謝ればいいのに、それが彼女が語っていた物語でした。私は彼らが見捨てた娘ではなく、去った娘だったのです。手に負えない娘、劇的な娘。あの時は気づかなかったけれど、その電話が、母と最後に話した瞬間でした。もう10年近く、母とは顔を合わせることはありませんでした。そして、再び顔を合わせた時、彼女は私が成長した姿を認識しないでしょう。新入生の1年は、私を打ちひしがせました。有機化学の授業で2度も寝てしまい、フェリスでのディナーラッシュの最中には熱湯を左手にこぼしてしまいました。2度の火傷、3本の指、ガソリンスタンドの救急キットの包帯で巻き、40分後に朝の講義に出席しました。私の GPA は 2.9 を維持しており、奨学金を失う危険な線上にありました。アラン・ウィットフィールド教授は、私の健康科学入門セミナーを教えていました。銀髪で蝶ネクタイをつけた、学生の論文を実際に読むタイプの人でした。ある火曜日の授業後、彼は私に残るように言いました。疲れているねと、彼は質問することなく言いました。私は短いバージョンを話しました。彼は同情しませんでした。内部の助成金や研究助手のフォルダーを取り出しました。君は2年生になる前に燃え尽きるには賢すぎる。
君の手や睡眠を犠牲にしない方法を見つけよう。彼は私を彼の研究室の有給研究職に入れてくれました。それほど多くはありませんでしたが、月$400で、3億の深夜シフトを置き換えました。その間、母は忙しかった。感謝祭がやってきましたが、私は招待されていませんでした。しかし、後で知ったのは、ドナが家族全員に私が依頼されているのに拒否したと話していたことです。彼女は私たちに会いたくないのと、母は目を拭いながら言ったと報じられました。私たちは、全てを試みました。1週間後、叔母のヘレンが電話をかけてきた。あなたの母親は心を痛めているわ、テイジ。どうして彼女にこんなことをするの？説明しようとしたが、ヘレンは私の言葉を遮った。ドナはそんなことはしない。あなたはいつも厄介者だった。電話は切れた。それで、私は母の家族すら失ってしまった。同じ週、ジュリアが Facebook に写真を投稿した。親の家の車道に止まった真新しいアウディ A4、ボンネットには赤いリボン。キャプションには、最高の親たちと。母のコメントは、私の愛する娘のために何でも、いいねは87個。私はスクリーンショットを撮りました。苦しみからではなく、現実を見つめるために。その夜、私は彼らが変わることを期待するのをやめ、自分自身の人生を築くことに決めた。2011年、2年生の初日、生物の授業でレナ・ノバックが隣に座っていた。彼女は黒い髪をゴムバンドで束ね、目の下には私以上に深いクマがあり、小型の消火器のような大きなコーヒータームスを持っていた。あなたは私がどう感じているかを表しているわ、と彼女が言う。ありがとう。それは褒め言葉だね。まだ存在を示しているから、レナは医学部志望だった。彼女の両親はチェコ共和国から移民し、ブリッジポトでクリーニング店を経営していたが、私の両親と同様に学費を払えなかった。ただし、彼女の両親は本当に助けたいと思っていたが、できなかった。私の両親はできたが、選ばなかった。私は彼女に全てを話した。夕食のこと、請求書のこと、アウディのこと、Facebook の投稿のこと。科学棟の外のベンチで、夜の11時に、私たちはガソリンスタンドのサンドイッチを食べながら話した。レナは一瞬も驚かなかった。彼女は同情を示さず、マスタードを顎から拭い去り、あなたは彼らに食意の物語を与える必要はない。自分自身に人生を与えるべきだと言った。その言葉を何年も心に抱いていた。その楽器、私はウィットフィールド博士の研究室でリサーチペーパーを書き始めた。患者記録管理のデータ応用についての12ページ。小さなクリニックシステム、ワークフローの最適化、総合運用性のギャップについて。私はほとんどを夜勤の合間に、不照のスタッフ休憩室で書いた。内容は乾燥していて技術的で、全く魅力がなかった。しかし、それは私が初めて自分のものであると感じたものだった。ウィットフィールド博士は、木にドラフトを読んでくれた。これは何かになるかもしれない。単なるペーパーではなく、現実のものだ。そのペーパーは、私が想像もしていなかった何かの基盤となることになる。しかし、その話は後で語ることにしよう。ある夜、不要な郵便物を整理していたら、父からの転送メールを見つけた。件名も挨拶もなく、たった7言。もっと食べてるといいな、パパ、どこにいるかも、助けを求めるでもなく、母のことにも触れず、ただデジタルの静寂の中に漂う7つの言葉。私は2度読み返し、ノートパソコンを閉じて仕事に戻った。2年生の終わりは、私をほぼ押しつぶすところだった。不照は閉店し、オーナーは引退。建物は売却された。あっという間に、私の収入の4割が消えた。寮のベッドに座り、3回計算をした。数字が変わることを願ったが、変わらなかった。共同の部屋の家賃は、9週間分の貯金があったが、その後は何もなかった。電話を取り、応答しない連絡先をスクロールした。緑のボタンの上で11秒間、親指を止めて数えた。電話を置いた。代わりに、キャンパスの求人ボードに行き、アルバイトを2つ申し込んだ。
統計のチュータリングと地元の保険会社でのフリーランスデータ入力。週末は、私のスケジュールは3時間の睡眠に圧縮された。ある朝、キャンパスへの運転を思い出せないこともあった。レナは私のバックパックに何も言わずにグラノーラバーを置いてくれた。一方、ジュリアはフィレンツェでの留学生活を楽しんでいた。私がそれを知っているのは、彼女のインスタグラムが存在していたからで、フォローを外してもアルゴリズムは私の境界を気にしなかった。午前2時にフィードに現れた写真。アルノ川を見下ろすテラスにいるジュリア。手にはワインのグラス。彼女の顔には黄金の時間の光が差し込んでいる。キャプションには、最高の人生を生きている。ハッシュタグ感謝、母が再投稿していた、彼女の言葉を添えて。私の娘が世界を征服している。私は寮の地下の洗濯室に座っていた。上のライトがブーンと音を立て、3日間暖房が効いていなかった。私の指は食器用洗剤と冷水でひび割れていた。同じ親、同じ血液。異なる世界。次に、希望の光が差し込んだ。ウィットフィールド博士が私をオフィスに呼び、警告するためではなく、手紙を渡してくれた。競争の激しい夏の研究フェローシップに選ばれ、全額支給、住居、奨学金、食事、すべてが10週間分カバーされるというものだった。これはあなたが得たものだ。状況ではなく、あなたの努力によって、その夏のプログラムは私の学問的なキャリアを救ってくれただけでなく、医療技術のネットワークにも私を紹介してくれた。彼らは私が何を作れるかを見ており、どこから来たかには興味を持たなかった。その一つのつながりが、数年後に聞くことになる名前につながることになる。私が参加するはずのなかった結婚式の後ろに立っている時まで。私は1995年の5月のある日曜日、優秀な成績で卒業した。スタジアムには4000人が集まったが、その中に私の家族はいなかった。レナはスタンドに立ち、手作りの横断幕を掲げていた。ドクター・コネリーだが、文字はすべて曲がっていた。私が舞台を渡ると、彼女は私の名前を叫んだ。一人の声は、家族全体よりも大きかった。私たちは後で写真を撮った。二人だけ、帽子を傾け、レナの電話に向かって笑っていた。背景には親もいなければ、ブーケもなく、ディナーの予約もなかった。レナは私たちをルート9のダイナーに連れて行き、チーズフライを分け合い、祝宴と呼んだ。私は一花がついないに仕事を得た。ハートフォード近郊の小さな健康技術会社でのエントリーレベルのソフトウェアアナリスト。従業員は12人、狭いオフィス、まずいコーヒー。しかし、私はすぐに学び、コードを書き、他の誰も触れたがらないシステムを修正し、一度昇進し、また昇進した。24歳には、自分のアイデアをナプキンやスプレッドシートにスケッチしていた。小さなクリニック向けの患者データ管理プラットフォームだ。企業ソフトウェアには適さないが、紙の記録には複雑すぎるクリニックのためのものだった。ウィットフィールド博士の研究室で始まったアイデアは、しっかりとした形を持つようになっていた。私は貯金と小さな SBA ローンを使って立ち上げた。それを、メドブリッジソリューションズと名付けた。最初の年には、2つのクライアントと折りたたみテーブルをデスクとして持っていた。私は結婚した名前で法人化した。ほとんど結婚していたが。20代の初めにデイビッド・アルコットという男性と短期間婚約していた。その関係は80時間の週には耐えられなかったが、別れた時点で、私のビジネス書類、職業的評価、会議のバッジにはページ・アルコットと記されていた。元に戻すことはなかった。それは私が得た名前であり、食卓では受け継がれたものではなかった。そのある晩、電話が鳴った。6年間見たことのないコネチカットの市外局番だった。やあ、ジュリア、私だと彼女が言った。わかってる。ママには電話していない。何が必要なの、ジュリア。お願い。金銭的なものだ。いくら ?8000 ドル。返すから。ママとパパには頼めない。彼らにはこれを知られたくない。何のために？複雑なの。いや、そんなことは、いや。彼女は電話を切った。
30分後、知らない番号から電話がかかってきた。考える前に出てしまった。どうして妹を拒否するの？母の声は、私が覚えていたよりも冷たかった。この家族がしたことを考えれば、私は赤いボタンを押し、電話をカウンターに置き、30分前にジュリアが言ったことを反芻した。ママは私が電話していることを知らない。だから、母が突然テレパシーを発達させたか、妹が私の初めての会話の5秒以内に嘘をついたかのどちらかだ。変わらないこともある。お茶を入れ、仕事に戻った。$8000が何のためだったか、その時はわからなかったが、仕事に戻った。$8000の使い道なんて、その時は全くわからなかった。しかし、数年後、最悪の形で知ることになる。それは、ジュリアが隠していたすべてを説明してくれた。ドナは拒絶を静かには受け入れなかった。彼女は決してそうしなかった。1週間も経たぬうちに、私の電話が鳴り始めた。10数年ぶりに見る番号が次々と。いとこ、家族、友人、子供の頃の休日のディナーでやっと思い出せるような人々。皆、同じ台本を持っていた。ページ、あなたのお母さんは打ちひしがれている。ページ、どうしてジュリアを見捨てたの？彼女は全員に電話をかけて、新たな物語を作り上げた。ページはお金を持っている。ページは自分の妹を助けることを拒否した。ページは冷たく、自己中心的になった。ヘレンおばさんからも電話があった。あなたのせいでお母さんは毎晩泣いている。私が18歳の時、3つの仕事をしていた時は泣いていたのか。それはあなたの選択だった。その通り。そして、これも私の選択だ。さようなら、ヘレンおばさん。次に、Facebook の投稿がやってきた。長く、演技的で、慎重に構築された悲しみに溢れていた。子供たちは自分のルーツを忘れることがある。母の心は、これ以上は壊れない。私の名前は出てこなかった。出す必要もなかった。いいねは142件。ジュリアのコメントが一番上にあった。愛してる、ママ。いつもそばにいるよ。完璧なデュエットだった。献身的な娘と傷ついた母。片方の声しか聞こえない観客のために演出された。私はその投稿を見た。反応せず、コメントもせず、両方のアカウントをブロックし、ノートパソコンを閉じ、明日のクライアント統合のデバッグに戻った。数日後、レナから病院の休憩中に電話がかかってきた。彼女はその時、研修の途中だった。ねえ、ちょっとした質問なんだけど。ジュリアのリンクトインには彼女がシニアヘルスケアアドミニストレーターって書いてあるけど、昨夜週のライセンス登録で調べたら、何も出てこなかった。ライセンスも、記録も。多分、更新してないだけかも。あるいは、更新するものがないのかも。私はそのことを心に留めておいた。それについては、考えなかった。私は他人の嘘を追いかける暇もなく、本物のものを気づくのに忙しかった。反撃することもできた。自分のバージョンを投稿し、記録を修正し、証拠を公開することも。しかし、私は会社を作ることに注力していた。偽の物語への最善の対抗策は、単物語ではなく、編集できない人生だ。それから2年後、メドブリッジソリューションズがシリーズ A ラウンドを閉じた。$420万の資金調達、28人の社員、実際のデスクとエンジンクリーナーのような味のコーヒーがないダウンタウンボストンの本物のオフィス。私はまだ後ろのバンパーに凹みのあるホンダシビックを運転していたし、サマービルの1ベッドルームのアパートに住んでいた。誰かを感心させるためにこの会社を築いたわけではないと、レナに聞かれた時に言った。私は、安全網も他の選択肢もなかったから、これを築いたんだ。その10月、シカゴで行われるヘルステクノロジーの会議で講演する招待を受けた。参加者は200人、ほとんどが病院の管理者やクリニックの運営者だった。私はメドブリッジのプラットフォームを発表し、小規模な診療所のオンボーディング時間を 60% 短縮する方法を説明した。既存の EHR システムと統合し、企業の価格タグが必要ないことを伝えた。
その後、グレーのブレザーを着た男性がコーヒーステーション近くで自己紹介をしてきた。背が高く、自信に満ちた握手、直視する目。マーカス・ウェブ、レイクビュー・メディカルパートナーズの CFO です。私たちは拡大中です。あなたがそこに示したものは、まさに私たちが探していたものです。いくつの拠点がありますか？ 14、来年には22です。それは大規模な展開ですね。そうです。だから、数字について話したいのです。来月会えますか？名刺を交換し、夜の会議メモに、マーカス・ウェブ、レイクビュー・メディカル、フォローアップ11月と書いた。ただの名前、ただの潜在的な取引。オヘアで帰りのフライトを待っていると、通知がスマホに表示された。ジュリア・コナリーが Facebook で友達リクエストを送ってきた。彼女は新しいアカウントを作った。古いアカウントはブロックされていた。私は数秒間それを見つめ、拒否をタップしてスマホをしまった。マーカス・ウェブ。彼が私の妹の婚約者になるとは知らなかったし、私たちの契約が家族が9年間築いてきた嘘を爆破することになるとも思っていなかった。6ヶ月後、レイクビュー・メディカルパートナーズとの契約が形になりつつあった。契約の価値は280万ドル。メドブリッジの歴史の中で最も大きな契約だった。私のチームは提案に数週間を費やしていた。技術使用、実施タイムライン、コンプライアンス文書、ヘルスケアは厳しく規制されており、すべての詳細は完璧でなければならなかった。契約の一環として、レイクビューはメドブリッジに認証モジュールを扱わせた。スタッフのライセンス、資格、継続教育を追跡するシステムだ。それを適切に構築するために、実施のためのサンプルデータとして彼らの既存の人事記録が必要だった。私のコンプライアンス担当者は、資格が記載されたすべてのスタッフ名簿を要求した。それは技術的な要件であり、調査ではなかった。ただ、システムを正しく構成するために必要なデータだった。その部分は通常の手続きだった。しかし、通常ではなかったのは、火曜日の午後、私のアパートに届いた封筒だった。クリーム色で、重厚なカードストック、金色のエンボス加工が施されていた。私はそれを開け、キッチンカウンターに立ち、まだ鍵を持っていた。ジュリア・コナリーとマーカス・ウェブは、結婚式への出席を求めている。ローズウッドエステート、オールドサバーブック、コネチカット州、土曜日、6月15日、午後5時。2度読み返し、置いて窓の方へ歩き、しばらくその場に立っていた。マーカス・ウェブ、私の受信トレイにある契約の同じマーカス・ウェブ。私の妹が私の最大のクライアントと結婚する。私は再び招待状を手に取った。RSVP カードの裏から折りたたまれたノートの紙が落ちた。手書きはシャキーで、斜めに、小さな文字が紙に押し込まれていた。お願い、来て、パパ、ドナでもジュリアでもなく、リチャード。彼はそれを密輸品のように滑り込ませた。私の父は私の職業を知らなかった。彼は決して尋ねず、私は決して彼に話さなかった。9年間の唯一のコミュニケーションは、彼が続けなかった七言のメールだった。彼はマーカスやメドブリッジのことを知っているから招待状を送ったのではない。彼は、すべての失敗にもかかわらず、まだ2人の娘を同じ部屋に呼びたかったから送ったのだ。彼の願望は、そのメモに現れていた。夜、レナに電話した。私の妹が私の最大のクライアントと結婚する。沈黙。彼はあなたが誰か知ってるの？彼女が尋ねた。彼は私をメドブリッジの CEO として知っていて、ジュリアの妹としては知らない。ジュリアは知ってるの？多分知らない。彼女は私が何をしているか全く知らない。それで、どうするつもり？私はノートの紙を見つめ、父のシャキーナ字を見た。電話する勇気もない男の文字。しかし自分を届けたくてたまらなかった。行くつもりだ。招待状を捨ててしまうべきだった。理性的な部分は、行くなと言った。しかし、RSVP カードの裏に挟まれた父の手書きが、誰かに見られるのを恐れているかのように私の心の中の何かを破った。2週間、
行くかどうかを考えた。レナは、行くのなら、あなただけのために行きなさい。彼らのためではなく、と言った。彼女は正しかった。彼女はいつも正しい。私は3つの理由から参加することに決めた。締めくくり、父のメモ、そして契約を最終化する前にマーカスともう一度顔を合わせる必要があったからだ。結婚式は理想的ではないが、この状況はどれも理想的ではなかった。私とレナの2人分で RSVP した。彼女は必ず一緒に来ると言った。あの家に一人で入らせるわけにはいかない、と彼女は言った。私は4年間の医学校を生き残ったのに、あなたがドナ・コナリーに一人で立ち向かうのを見ていられない。その間に、ドゥーデリジェンスのプロセスは予定通り進行していた。私の実施チームは、認証データを検証エンジンに通し始めた。それはプラットフォームの中心的な機能であり、提出された資格を州のライセンスデータベースや大学の登録と照合するものだった。ソフトウェアが行うこと。そのような書類が1週間誰の目にも止まらずに誰かの受信トレイに止まることもある。スプレッドシートは14の名前を返してきた。私はそれをデスクでコーヒーを手にしながらスクロールし、特に異常はないと思っていた。9行目、ジュリア・コナリー、ヘルスケアアドミニストレーター、ニューヨーク州立大学の健康情報学修士。私の意は沈んだ。驚きというよりも、むしろ確認に近い感情だった。数年前にレナが言ったことを思い出した。彼女の名前は州の登録に載っていなかった。私はそれを指摘することができたはずだった。その時、マーカスに何かを言うこともできたが、これは個人的な調査ではなく、コンプライアンスのプロセスだ。手順は明確だった。リストにあるすべての名前を確認する。例外も、ショートカットも、どちらの方向にも偏見はない。私はホームチームにメールを送った。資格確認を急いでほしい。リスト全体を、標準的な手続きで。ジュリアを特別扱いする必要はなかった。プロセスがあれば、見つけるべきものは見つかる。3日後、コンプライアンス担当者からの呼び的な通知が返ってきた。3つの名前が拡張確認のためにフラグが立てられた。機関からの返答には2週間から4週間かかるかもしれない。結婚式は18日後だ。結果が届くのは午後かもしれない。私は姉の結婚式に出席するだけではなく、彼女が決して出会うことのなかった2つの世界の衝突に足を踏み入れようとしていることに気づいた。どの3つの名前かを尋ねる必要はなかった。ローズウッドエステートは、コネチカット海岸の北に広がる12エーカーのブドウ畑に位置していた。古い多くの木々の間には、糸のような明かりがループ状に吊るされていた。白いリネンがすべての表面を覆っている。弦楽四重奏が庭の入り口近くで穏やかで上品な音楽を奏でていた。200脚の椅子が花で覆われたアーチに向いていた。それはまるで雑誌の特集のようだった。お金の匂いがする。両親のお金だ。レナと私は、時40分に到着した。私はシンプルなネイビードレスを着て、髪を下ろし、目立つようなジュエリーはしていなかった。レナは黒い服を着ていた。道徳的なサポートと葬式のエネルギーだ、と彼女は囁いた。どちらも当てはまるわね。私たちは歓迎テーブルを通り過ぎると、音楽の中に声が響いた。ヘレンおばさんに会うとは思わなかった。シャンパンを手に、前回私が厄介者だと言った時と同じに厳しい表情を浮かべていた。私が招待されたのよ、と私は言った。誰に、それが重要なの？私はここにいるの。彼女は口を開き、閉じ、そしてバーレの近くにいるいとこの集まりへと後退していった。彼女が何かをつぶやくのを見守った。2人の女性が私の方を振り向いた。その時、母が現れた。ドナ・コネリーは、まるでガラのホステスのように一込みをかき分けていた。シャンパン色のドレス、髪はふんわりと、笑顔は最大限の輝きを放っていた。彼女は人々に肩を触れ、頬にキスし、面白くもないことに笑っていた。私を見たとき、笑顔は消えなかった。凍りついた。彼女は6秒で芝生を横切り、白いバラのトレリスの裏に私を引きずり込んだ。ここにいるのはどういうこと？姉の結婚式に出席しているだけよ。
君は9年間、この家族の一員じゃなかったのよ。それは誰の選択だったの？彼女の顎が引き締まる。今日は騒ぎを起こさないで。騒ぎを起こすつもりはないわ、ママ。彼女は私を3秒間じっと見つめ、私を読み取り、計算しているようだった。それから彼女はエストの方に戻り、声を明るく、太陽のような暖かさで発した。ページが驚かせに来てくれました。なんて素晴らしいことかしら。彼女は私に触れず、抱きしめず、ただパフォーマンスの中に私を巻き込むように、誰にも気づかれないようにしていた。その時、肩に手が置かれた。振り向くと、父が後ろに立っていた。彼のスーツは少し大きすぎた。目は赤かった。何も言わず、ただ私を抱きしめてくれた。9年間。9年ぶりの本当の抱擁だった。私は一瞬硬直した。身体は、ぬるもりを受け取ることを忘れていた。それから息を吐き、彼の背中を軽く叩いた。やあ、パパ、彼は私の肩にうなずき、さらに強く抱きしめた。ドナの視線が、父が私を抱きしめている間ずっと私の背中に注がれていた。彼女は私が来たことに怒っているわけではなかった。彼女は恐れていた。ただその理由がわからなかった。まだ。ジュリアは十分後に私を見つけてきた。彼女は白いチュールとヘアスプレーの雲の中をかき分けてきた。彼女の顔は、一つの感情に定まることなく、驚き、計算、そして演技が交錯していた。最終的に彼女は演技に落ち着いた。ページ、なんてこと。来てくれたのね。彼女は10人のゲストの前で私を抱きしめ、その声は高く響いた。あなたに会いたかった、高級な香水の匂いがした。彼女のハグは空虚だった。写真のためにはしっかりと抱きしめ、意味は持たないように緩くしていた。素敵ねと彼女は言い、私を上から下まで見渡した。温かみではなく、評価だ。おめでとう、ジュリア。ありがとう。あなたが来るなんて信じられない。お母さんは教えてくれなかった。彼女は知らなかった。ジュリアの顔に何かが一瞬交差したが、素早く取り戻した。私の母が私の肘に現れた。座ってもらおう。定時、彼女の手が私の腕を優しくつかみ、披露宴の後ろへと導いた。テーブルはケータリングの入り口近くの柱の後ろに隠れていた。見知らぬ名前の積札。ジュリアのオフィスの人々、そしてパートナーを連れていない人たち、ヘッドテーブルから最も遠い席。私は期待されていなかった、ドナが言った。だから、ここが残された唯一の席なの。レナが私の隣に座り、何も言わなかった。彼女は必要なことをすべて表情で伝えていた。ヘッドテーブルから母の声が響き、ジュリアを祝福する声が広がっていく。私の娘、ヘルスケアのエグゼクティブ、彼女は素晴らしい成果を上げてきた。本当に誇りに思っているのです。私の娘、単数形で。いとこがドナに寄りかかり、それで、ページは今何をしているのと尋ねた。ドナは一瞬考え、首をかしげて答える。彼女は、まあ、見つけ出すことをしているのよ。どういうことかわかるでしょう。軽い笑いがテーブルを渡った。数人が私の方をちらりと見る。レナの手が私の手をテーブルクロスの下で掴んできた。呼吸して。しているわ。9年間、これよりひどいことにも耐えてきたんだから。バーレでは、マーカスが一軍のグルームズマンと共に熱心に話していた。彼の声が聞こえた。後で私たちの戦略的テクノロジーパートナーに会うのを楽しみにしていて。彼女はこの大きな契約のためにわざわざ飛んでくるんだから、彼は私のことを話していた。ただ、彼はまだそのことに気づいていなかった。スピーチがメインコースの後に始まった。マーカスの親友が最初に登壇した。魅力的だが、記憶に残らない。次にジュリアのメイド・オブ・オナー、泣き虫のソロリティ仲間が登場した。礼儀正しい拍手、グラスが掲げられ、結婚式のリズムが続いていく。次に母が立ち上がった。ドナ・コネリーは、まるで生まれた時からマイクを持っていたかのようにマイクを掴んだ。彼女は群衆に微笑み、言葉を発する前に目を拭った。完璧な演技だった。
娘を育てることについて話したいと思います。私の指は水のグラスを強く握りしめた。彼女は犠牲について、夜遅くまで、早朝のことについて、すべてをジュリアの未来に注ぎ込んだことについて語った。彼女はジュリアの素晴らしい学業のキャリア、献身、独立について話した。私は娘を独立心を持つように育てました、とドナは言った。夢を追いかけ、妥協しないように。今日は彼女が築いたすべてに値する男性と結婚するのです。独立心という言葉は、まるで平手打ちのように私に響いた。それは、私からすべてを否定するために使われた言葉だった。彼女は続けた。ジュリアは、家族が子供に投資するとき、美しいものが生まれることの証です。200人が拍手を送った。私は動かなかった。レナの手は、私の手を強く握りしめた。するとドナの視線が部屋を横切り、私に止まった。間があった。意図的で、計算された。もちろん、私たちはすべての子供を愛していますと、彼女はまるで注釈を加えるように言った。完成したページの底にステープルされた後書きのように。数人が私の方を振り向いた。私は表情を変えなかった。ドナは大きく手を広げて締めくくった。今日は何かが欠けているように感じるのはなぜでしょう。ああ、家族が再び完全になったからだと思います。拍手が鳴り響いた。母は輝きを放ちながら席に戻った。私の父が数春後に私のテーブルに現れ、彼の手が私の肩に触れた。彼女はそんな意味で言ったわけではない。彼女はまさにそういう意味で言ったのよ、パパ。彼女はいつもそう、彼は口を開いたが、何も出なかった。彼は私の肩を一度叩き、ヘッドテーブルに戻っていった。私は何も言わないつもりだった。騒ぎを起こすつもりはなかった。ただ、後ろのテーブルに座り、水を飲み終わって立ち去るだけ。それが計画だった。いつもそうだった。しかし、そこにマーカスがテーブルに向かって歩いてきた。その隣に私が認識する男がいた。その瞬間、計画は無意味になった。グレッグ・ハーマンが最初に私を見つけた。彼はマーカスのビジネスパートナーだった。私は一度、契約交渉中にビデオ通話で彼に会ったことがある。たくましい体格であから顔、声が響くタイプだった。彼は私のテーブルから約90センチのところで立ち止まった。テイジ・コネリー、メッドブリッジの。マーカスは振り返り、私を見た後、もう一度目を凝らした。待って。彼の表情がリアルタイムで変わっていくのが分かった。あなたのページ・コネリー。そう、ページ・コネリーだ。私は立ち上がった。こんにちは、マーカス。だが、アルコットではなく、彼は記憶の中の招待状を見つめていた。コネリー。待って、本名はコネリーなの、ページ・コネリー、ジュリアの姉。私は職業上アルコットを名乗っている。何年もそうしてきた。二人の間の空気が変わったのを感じた。マーカスが計算を始めるのを見守った。名字、招待状、ジュリアがいつもぼんやりとしか語らなかった姉のこと。彼女は言わなかった。彼は言葉を失った。彼女にはテクノロジーの姉がいるとは言ってなかった。彼女は何だと言ったの？私は尋ねた。彼の目が落ちた。彼女はあなたと疎遠だと言った。問題があると。なるほど。近くのテーブルの人々がこちらを振り向いてきた。結婚式でのこの声の大きさでの会話は、図書館での大声に似て、注目を集めていた。母がすぐに現れた。彼女は人混みをすり抜けるように、部屋を制御することに長けた人のようだった。マーカス、ページを困らせないで、彼女の声は温かかったが、その目は冷たかった。彼女は楽しむためにここにいるのよ。ビジネスの話をするためではない。マーカスはドナを見た。その視線は、空が緑だと言われた時のようだった。ビジネス。コネリー夫人。この方が誰かご存知ですか？彼は私を指さした。メッドブリッジ・ソリューションズの CEO です。彼女の会社と$2800万の契約を結ぼうとしているところです。ドナの顔が一瞬、見たこともない表情に変わった。ほんの一瞬、マスクが外れた。
彼女は口を開き、目が大きくなり、何かが再計算されているのが見えた。そして、笑顔が戻ったが、それは薄く、ぎこちないものだった。素敵ですね、受付の向こうで、ジュリアが私たちを見ていた。彼女は花嫁買い添え人との会話を中断し、グラスを半分口に運んでいたが、それを置いて私たちの方に歩み寄り始めた。私は初めて、妹の目に恐怖を見た。それは私への恐怖ではなく、見つかることへの恐怖だった。マーカスはジュリアが私たちに到着するのを待たなかった。彼はすでにステージに向かっており、マイクを手に持っていた。彼は思いがけない偶然を見つけた男の興奮で満ちていた。皆さん、すみません。もう一つ、短い発表があります。彼は群衆に向かって微笑んだ。200の顔がこちらに向いた。素晴らしいことを発見しました。メットブリッジ・ソリューションズの CEO、私たちのクリニックの運営を変える会社が、今夜ここにいます。そして彼女はジュリアの姉でもあります。弦楽四重奏団は演奏を止め、ケータリングスタッフさえも一瞬立ち止まった。テイジ・アルコット、あるいは私が今知ったように、テイジ・コネリー、ジュリアの姉です。マーカスは私のテーブルを指さした。彼女は自身の会社をゼロから築き上げた。家族のつながりも、投資家もなしで。最初のプロトタイプを2つの仕事をしながら一人でコーディングした。フォーブスの30歳未満の優秀者にも選ばれた。そして、彼女はこの間ずっと後ろのテーブルに座っていた。最初は静寂が広がり、次第に拍手が起こり、さらに大きくなり、持続した。人々は首を伸ばし、何人かは立ち上がった。私は立ったまま、一つうなずいた。ありがとう、マーカス。今日はジュリアの日だから、花嫁と花婿に焦点を当てましょう。しかし、200人の人々はすでに、200人がすることをしていた。彼らは再計算を始めていた。彼らの顔にそれが見えた。囁きがすぐに始まった。あれがドナが自分を見つけていると言った姉だ。あのフォーブスを辞めた姉だ。主賓席にいる母は動かずに座っていた。彼女はまだ微笑んでいたが、その笑顔は硬直していた。筋肉が指示を送るのをやめた時のような表情だった。ジュリアはデザートテーブルの近くで凍りついて立ち、花束を片手にぶら下げていた。そして、私の母の最も忠実な使者であるヘレンおばさんが、顔をあからめて近づいてきた。どうして教えてくれなかったの？私は冷静な声で答えた。6年前、あなたは私が難しい人間だと言ったじゃない。彼女はその言葉に何も返せず、口を半開きにしたまま立ち尽くし、やがて振り返って去っていった。地位の暴露は、才に過ぎなかった。本当のメインコースはまだ来ておらず、それは私とは関係のないものだった。ジュリアは私が到着する前にマーカスに到達していた。私の立っている位置からは言葉は聞こえなかったが、ボディーランゲージから状況を読み取ることができた。ジュリアの手は素早く動き、説明し、かわし、形を変えていた。マーカスは腕を組み、顎を引き締めていた。彼はゆっくりと首を振った。何かが合わないと聞いた時のような振る舞いだった。ドナが私をバーに向かう途中で捕まえた。あなたはこれを計画したわね。何を計画したの？成功すること。私は彼女を見た。いいえ、お母さん。それはあなたの考えだった。覚えてる。独立すること、あなたは妹を屈辱に陥れるためにここに来たのよ。私は父の頼みで来ただけで、あとはすべてあなたが気づいたの。彼女は近づき、声を潜めた。あなたはいつもすべてをあなたのことにしてしまう。私はあなたと同じ部屋にいるのは9年ぶりよ。私はスピーチをしたわけじゃない。マイクを求めたわけでもない。あなたの義理の息子が私を紹介したのよ。そのことを彼に言うべきよ。彼女は振り返って去っていった。私は彼女の手を見た。それは震えていた。5分後、マーカスが私の横に現れた。彼の手には電話があり、表情は変わっていた。発表の温かさは消え、平坦でコントロールされたものに置き換わっていた。定時、話せる、ここではない場所に移った。私たちは、銅畑を見下ろすバルコニーに足を踏み入れた。夕日が沈む中、
美しい光が差し込んでいた。それはこれから起こることを考えると不気味な感じがした。今朝、私のチームがドゥーデリジェンスレポートを送ってきた。彼は言った。私はちょうど今それを読んだばかりだった。彼は電話を掲げた。ジュリアの名前が資格確認リストに載っている。私は知っている。彼女の州立大学の修士号は存在しない。彼女がどのプログラムも修了した記録はない。彼女は入学したが、2年生で中退した。私は知っていた。彼は私をじっと見つめた。あなたは知っていて、私には言わなかったのか。最終確認は昨日の朝に戻ってきた。土曜日に私のコンプライアンス担当者のメールボックスに届けられた。彼女は私がここに運転してくる3時間前にそれを転送してきた。私はまだ法的に処理する時間がなかった、マーカス。この会話をどう始めればいいのかわからなかった。こんにちは、あなたの婚約者の資格は確認できませんでした。それに、彼女は私の姉です。これは教科書に載っていない状況だった。彼の電話の画面が暗くなった。彼は両手を手すりに置き、ぶどう畑を見つめていた。3分間の静寂が続いた。レセプションの音楽の低音がガラスのドア越しに響いていた。そして彼は、私が決して忘れられない言葉を口にした。彼女に一度だけ尋ねるつもりだ。マーカスはまだ手すりを握りながら言った。みんなの前で。もし彼女が私の家族やパートナーの前で、もう一度私に嘘をついたら、私は誰とほぼ結婚しかけていたのかを正確に知るだろう。マーカス、やめて、私は言った。これをしなければならない。彼は中に戻っていった。私は散歩後ろからついていった。これから起こることに関わりたくはなかったが、目をそらすこともできなかった。ジュリアはケーキテーブルの近くで、無理に微笑みながら花嫁かいぞエニンと話していた。彼女はマーカスが近づくのを見て、笑顔が輝いた。ベイビー、彼女が何を言ったとしても、あなたは州立大学を卒業したの。花嫁スケゾエニンは一歩下がった。何、ジュリアは短く神経質な笑い声を上げた。もちろん、私は卒業していない。あなたは、ジュリアの目は動いた。左、右。彼女は部屋をスキャンし、誰が聞こえるかを計算していた。耳に入るテーブルのほとんどが静かになっていた。後でこのことを話せる、あなたは私に修士号があると言ったのよ。マーカスの声は大きくなく、硬い声で、周囲の人々を引き寄せるような静けさだった。あなたは両親に卒業したと伝えた。クリニックにも認定されたと言った。ドナがジュリアの側に現れた。彼女の手がジュリアの腕に触れた。マーカス、声を低くして、あなたは何を知っているの？彼はドナに振り向いた。私の娘は優秀で卒業したのよ。彼女は全く卒業などしていない。コネリー夫人。マーカスの声は最後の言葉でかすれた。彼女は2年生で中退したのだ。200人のゲストが集まった。会場は静まり返り、弦楽四重奏の音すら止まった。唯一の音は、6番テーブルで誰かがワイングラスを強く置いた音だった。ジュリアの顔は崩れ落ち、彼女のメイクに涙が流れ、深い絶望を刻んでいた。結婚式の後に言うつもりだったのに、マーカスの顎が震えた。君の履歴書を信じて会社に雇ったのに、ドナが再び口を開こうとした瞬間、マーカスは彼女の方を向いた。やめろ、マーカスは片手を上げた。大声ではなく、ただの一言がドアを閉めるように響いた。ジュリアの口は言葉を失った。すべての視線が彼に向けられた。彼は私の方を振り向き、10フィートほど離れた場所で、無言で立っていた。不安で沈黙した空気の中で、彼の声がかすれた。この部屋で唯一の正直なコネリーは私だ。200人の視線が私に集中した。私は何も言わなかった。うなずくこともなかった。その必要はなかった。ステージの端に、父が一人で立っていた。一つの手で巣の背もたれを掴んでいた。彼は誰も守っていなかった。彼は何も言わず、静かに泣いていた。何年も前から知っていたことを、何も言わずに。マーカスはパティオから離れ、振り返ることはなかった。グレッグが彼の後を追い、数人の新郎仲間たちが後ろをついていった。
誰もが言葉にできない視線を交わしながら。この結婚式は終わった。ジュリアはその場に崩れ落ちた。彼女のドレスは、しぼんだパラシュートのように彼女を包み込んだ。白い布、そしてその金が石畳の上に降り積もっていく。二人のブライズメイドが彼女のそばにしゃがみ、一人がナプキンを手渡したが、ジュリアは受け取らなかった。200人の人々が、忘れられない何かを処理する低い電気的なざわめきを交わしていた。椅子がきしみ、携帯電話が取り出され、後ろのテーブルでは誰かがすでにメッセージを送っていた。母が私に振り向いた。彼女の冷静さは消えていた。崩れたのではなく、粉々だった。彼女の声は生々しく、感情が滲み出ていた。今は幸せなの。あなたは妹の人生を壊した。私は声を上げなかった。近づくこともなかった。近くのテーブルに聞こえるように、はっきりと言った。違うよ、ママ。ジュリアの嘘がジュリアの人生を壊した。私の会社の標準のコンプライアンスプロセスが真実を暴いた。それは復讐ではない。責任だ、彼女の声が震えた。隠すこともできた。何も言わずに、詐欺を犯し、私の会社、従業員、クライアントを嘘のために危険にさらすこともできた。私は首を振った。いいえ、私はこの家族のイメージのために自分の誠実さを犠牲にしない。もう、そんなことはしない。群衆の中で何かが変わったのを感じた。認識の重さが傾いているのを感じた。近くのテーブルにいた親戚たちが視線を交わした。ヘレンおばさんが手を口に当てた。見覚えのない年配の男性が、マーカスの側の誰かが一度だけ私にうなずいた。それは一回だけだったが、すべてを意味していた。ドナは周囲を見渡した。初めて、部屋は彼女の味方ではなかった。彼女は何も言わずに駐車場に向かって歩き出した。腕に触れられた。振り向くと、ジュリアのメイド・オブ・オナー、メーガンが目を赤くして立っていた。数年前に言うべきだった、彼女は言った。私は学位のことを知っていた。彼女は私に黙っているように頼んだ。ごめんなさい、そう、嘘の根は私が想像していたよりも深く、広がっていた。テーブルからクラッチを取り上げ、去る時が来た。私は砂利の駐車場の半分を渡ったところで、彼の足音を聞いた。足元が不安定で、急いでいるようだった。ペイジ、待って、私は立ち止まったが、振り返らなかった。夕方の空気は暖かく静かだった。バインヤードでコオロギが鳴き始めた。もう言うことはない、父さん。それなら、私に言わせてくれ、彼の声は息切れしていた。初めて振り向くと、父は駐車場の端にある一連の明かりの下に立っていた。彼のネクタイは緩んでいて、目は腫れていた。彼は9年前、朝にガレージで見た男よりも10年老けて見えた。間違っていると分かっていた、彼は言った。毎日、定時、母がしていたことが間違っていると分かっていたのに、何も言わなかった。どうして？彼は唇を押し合わせ、地面を見つめ、再び私を見た。私は臆病者だった。彼女に大声で反抗するより、静かに君を失う方が簡単だった。彼の声がかすれた。それは彼女よりも私を悪くする。彼女は少なくとも自分が正しいと信じていた。私は彼女が間違っていると知っていた。それでも、平和を選んだ。その言葉は私たちの間に漂った。平和。彼が私の人生でずっと隠れていた言葉。それは平和ではない、父さん。それは見捨てだった。私は知っている、静寂。駐車場のどこかで車がエンジンをかけた。会場の音楽の低音がまだ響いていた。どこかで、ジュリアが結婚式のドレスを着たまま地面に座っている。どこかで、母は車の鍵を探している。ここで、砂利の駐車場の明かりの下で、父は10年で唯一の正直なことをしていた。私はあなたを憎んでいない。でも、今夜は許せない。長い間許せないかもしれない。それは公平だ。行かなければ、彼はうなずいた。運転に気をつけて、短い言葉、シンプルで小さな言葉。しかし、今回は言い訳ではなかった。逃げ道でもなかった。
9年間で初めて、父は私に会話を終わらせるためだけに設計された言葉ではないことを言った。それは、会話を延長する権利がないという告白だった。レナが車のそばで待っていた。彼女は何を言ったのか尋ねなかった。エンジンを始動させただけだった。私がハイウェイに乗るまで、泣かなかった。余波は波のようにやってきた。最初の波はデジタルだった。48時間以内に、私の電話は鳴り止まなかった。しかし、約10年ぶりに、電話は非難ではなかった。それは謝罪だった。月曜日の朝、ヘレンおばさんから電話がかかってきた。彼女の声は違った。低く、私が育った時に耳にした正義の確信が剥がれ落ちていた。ペイジ、謝罪しなければならない、彼女は言った。私は9年間、あなたの母が言ったことをすべて信じていた。すべての言葉。間違いだった。私は彼女に感謝した。大丈夫だとは言わなかった。なぜなら、それは大丈夫ではなかったから、私の祖おばさん、祖母の姉で家族の最年長者が、その夜、私にメールを送ってきた。3行。あなたの祖母は、あなたを誇りに思ったでしょう。私たちがそこにいられなかったことをお詫び申し上げます。私たち全員を諦めないでください。2番目の波は職業的なものだった。マーカスの同僚たちがレイクビューでジュリアの雇用履歴を確認し始めた。彼らが見つけたものは、私がすでに疑っていたことと一致した。ジュリアは医療管理者の肩書きを持ったことは一度もなかった。彼女は受付係であり、ほとんどの人から見て良いもので、親しみやすく、整然としていて、好かれていた。しかし、彼女のリンクトインの肩書き、履歴書の資格、毛のオフィスの壁に飾られた学位は、すべて本物ではなかった。マーカスは火曜日の晩に私にメールを送った。プロフェッショナルで冷静だった。メドブリッジとの契約は予定通り進んでいます。ジュリアの状況は個人的な問題ですので、私たちのプロフェッショナルな関係に影響を与えないようにしますが、次の会議までに少し時間が必要です。ご理解いただければと思います。私は理解した。3番目の波はソーシャルメディアだった。ドナは長い涙のような段落を一度投稿した。私の家族は嫉妬と嘘によって引き裂かれています。祈ってください。それは彼女が何年も続けてきた同じ手法だったが、今回はコメント欄が協力しなかった。ページはどうなの？結婚式で本当に何が起こったの？ジュリアの学位は本当なのか？彼女は4時間以内にその投稿を削除した。そして水曜日の夜、ジュリアからのメッセージが届いた。前置きもパフォーマンスもなく。すべてについてごめんなさい。信じてくれとは言わない。私はそれを3回読み返した。返事はしなかった。信じていないからではなく、何を言うべきかわからなかったからだ。言葉を選ぶには、時間が必要なメッセージもある。2週間後、結果は囁きで。その雨の木曜日、私のアパートに小さなパッケージが届きました。返送先の住所はなく、コネチカット州の消印が押されていました。中には、12年ぶりに見ることになる紙が入っていました。名誉ロール証明書、15歳の時に母が冷蔵庫から引き剥がしたもので、朝には消えてしまったものです。角がわずかに折れ、円は黄ばんでいました。裏には、父の不安定な手書きの付箋が貼ってありました。これは決してごちゃごちゃしたものではなかった。常にあなたのものだ、彼はそれを保管していたのです。12年間、母から隠して、彼がこれまで持っていたすべての誠実な衝動を隠すように。あれでは足りなかった。一枚の紙では10年を取り戻すことはできませんでした。しかし、私はそれを長い間もちっていました。置くまでの間、誰にも連絡をしませんでした。静寂が必要でした。そして、ある日曜日の朝、私はキッチンのテーブルに座り、コーヒーを飲みながら、何年も前にすべきだったことをしました。怒りからでも、勝利からでもなく、明瞭さからです。私は条件を設定しました。母にメールを書きました。テキストでも、電話でもなく、メールです。なぜなら、ドナはリアルタイムで最も良いパフォーマンスを発揮するからで、私は彼女に舞台を与えたくなかったからです。
お母さん、私はあなたを憎んでいませんが、もう偽りのふりをするつもりはありません。あなたはジュリアを選びました。彼女があなたを必要としていたからではなく、彼女がコントロールしやすかったからです。私は質問をしたから不便だったのです。もう質問はしません。私との関係を望むなら、真実から始めなければなりません。パフォーマンスでも、Facebook の投稿でもなく、真実です。ボールはあなたのコートにあります。私は送信ボタンを押しました。再度読み返すことはありませんでした。彼女は返事をくれませんでした。驚きはありませんでした。自己中心的な人は交渉をしません。彼らは演じるか、退くかです。ドナは退きました。私は翌晩、父に電話をかけました。連絡を取り続けることにはオープンです、と言いましたが、私の条件で。もう、時間をかけてくれとは言わせません。母の後ろに隠れるのはもう終わりです。もし父でありたいのなら、大声で父でいてください。しばらくの沈黙がありました。彼の呼吸が聞こえました。頑張るよ、と彼は言いました。頑張るだけではなく、やりなさい。わかった。それは壮大な和解ではありませんでした。それは壁に亀裂が入ることでした。光が通り抜けるのに十分ですが、まだ通り抜けるには不十分でした。ジュリアに連絡を取ることはありませんでした。彼女を憎んでいるからではなく、私が準備ができていなかったからです。許しは、閉じ込めるドアではありません。あなたがフレームの中に立ってもひるまない強さができた時に開くドアです。私はまだそこにはいませんでした。いつかはわからないが、誰かのタイムラインに合わせるつもりはありませんでした。その金曜日の夜、レナがタイ料理とワインを持ってきました。私たちはリビングの床に座り、容器を広げて乾杯しました。あなたが選んだ家族に、私は微笑み見ました。この物語全体の中で、初めて本当に選んだ家族に。人々が時々私に尋ねる質問があります。あまり多くはありませんが、私の話の一部を会議やディナー、あるいは計画より深い遅い夜の会話の中で聞いたときに、彼らは尋ねます。あなたは復讐を感じますか？今、私はオフィスに座っています。早朝6時30分。他の誰も入ってくる前です。ボストンのスカイラインが窓を通してオレンジ色に変わっています。28のデスクが見え、28人の人々が1時間以内に入ってくるでしょう。それぞれが重要な何かを築いています。この会社は、教授の実験室での12ページと、自分の寮のシーツを買う余裕がなかった女の子から始まりました。そして、いいえ、私は復讐を感じていません。復讐は、私が正しくなるために彼らが間違っている必要があったことを示唆します。私はそうではありませんでした。ただ、自由でいることが必要でした。何年も、私は母が築いた尺度で自分を測っていました。それは、私が常に劣っていて、ジュリアが常に輝くように設計された尺度です。尺度自体が壊れていることに気づくのに長い時間がかかりました。私ではなく、私は3年前からセラピーを始めました。月に2回、水曜日の夕方に、ドクター・ルッソという女性と一緒に。彼女は、答える前に1分間静かに座ることを求める質問をする方法を持っています。私は、セラピーは弱さのサインだと思っていました。自分の問題を処理できない場合に必要なものでした。実際にはその逆でした。それは、私が今までやった中で最も難しいことです。メドリッジを構築するよりも難しく、夜に3時間しか眠れないことよりも難しく、その結婚式に出席することよりも難しいのです。時々、私の頭の中で母の声が再生されます。レジリエンスは贈り物です。定時、彼女はそれを、私を何も残さずに置き去りにするための正当化として言いました。彼女は武器として意味していました。しかし、彼女が一つのことについて正しかったのは、レジリエンスは贈り物です。彼女はそれを私に与えませんでした。私は自分自身で鍛えました。夜遅くのキッチンや、朝早くの教室、壊れた窓のある寮の部屋で、そして誰も、彼女も、誰もそれについてクレジットを取ることはできません。
ここでみんなが今どうしているか。私の母はメープルリッジレーンの家に住んでいます。彼女は Facebook に投稿する頻度が減り、月に1回か2回になりました。以前は毎日だったのに。投稿は短くなっています。もう、犠牲や母親業についての長い段落はありません。主に彼女の庭の写真です。ヘレンおばさんは、ドナが読書クラブに参加したが、女性たちがあまりに個人的な質問をしすぎて2回の会合の後に辞めたと教えてくれました。彼女は私に連絡を取ってきません。私は彼女からの連絡を期待していません。何人かの人々は、間違いを認めるよりも娘を失うことを選ぶことがあります。それに私は平和を乱しました。痛まないからではなく、彼女が変わるのを待つことがもっと傷ついていたからです。父は毎週日曜日の午後5時30分に時計のように電話をかけてきます。その電話は5分から10分続きます。彼は天気について、隣人の犬について、彼が見たドキュメンタリーについて話します。彼は私の母については一言も触れません。私は尋ねません。それは十分ではありませんが、何かです。そして、9年間飲むから、何かはとても多く感じます。彼は頑張っています。私はそれを理解しています。頑張ることが十分かどうかはわかりませんが、彼は大声でそれをやっています。それが重要な部分です。ジュリアはニューヘイブンのコミュニティカレッジに登録しました。今回は本物のプログラムで、本物の成績証明書と本物の授業です。彼女とマーカスはもう一緒ではありません。彼女は結婚式の約3ヶ月後に、4ページの手書きの手紙を私に送ってきました。私はそれをキッチンのテーブルで読みました。彼女が私に以前にはなかったような正直さを持っていました。彼女は母を責めず、私も責めませんでした。彼女は書きました。私は長い間、彼らが望む自分になってしまい、誰か本物になることを忘れていました。私はまだ返事を書いていません。返事をする前に、いくつかの手紙は時間を置く必要があります。しかし、私はそれを捨ててもいません。名誉ロール証明書のすぐ隣の引き出しに入っています。マーカスと私はエイクビューとの契約を成功裏に締結しました。私たちはプロフェッショナルで、クリーンで、敬意を持って、教会を保っています。彼は他人の破滅に巻き込まれた良い男です。私は彼がそれに対処した方法を尊重しています。そして、私、メドブリッジは成長しています。私たちは採用しています。このプラットフォームは、ニューハンプシャー全域の30以上のクリニックで稼働しています。レイクビューや他の十数のパートナーと共に。でも、私にとって本当に重要な更新はこれです。私は今、夜を安心して眠れるようになりました。コネチカットの市外局番が電話に表示されても動じません。私の周りには、血縁ではなく、互いに尊敬し合っている人々がいます。それだけで十分です。それ以上のものです。この映像を見ていて、私の家族やあなたの家族に共感する方がいれば、あなたの存在を感じます。私はかつてのあなたでした。自由を手に入れるために結婚式を台無しにする必要はありません。時にはそれよりも静かに解放される方法があるのです。時には、午前2時に番号をブロックすることだったり、時には初めてセラピストのオフィスに足を踏み入れ、何年も抱えてきた言葉を口にすることだったりします。時には、ただ一言、いいえということ。はっきりと、一度だけ言って、二度と言い返さないことです。両親は意図せずとも一つの大切なことを教えてくれました。それは、彼らなしでも生き残ることができるということです。それを本当に知ったとき、最悪の瞬間や18歳の空っぽな量の静寂の中で、誰もあなたに力を持っていないことを理解します。この話をするのは、同情を求めているわけではありません。私は会社を持ち、最悪のディナーパーティーで私の手をテーブルクロスの下で握ってくれた親友がいます。私は自分の焼けた、ひび割れた手で築いた人生を持っています。同情は必要ありません。この話をするのは、9年間、母が物語を支配していたからです。ページは厄介だから去った。
ページは私たちの助けを拒否した。ページが問題だ。200人が彼女を信じました。私の叔母も、いとこたちも信じ、そして長く冷たい午前3時の夜に、私も彼女の言葉を信じそうになったことがありました。今日は、自分の物語を取り戻す日です。もしあなたが家族のスケープゴートであるなら、すなわち、多すぎる、または、足りないと言われる存在であれば、感謝祭に囁かれる名前、冷蔵庫から証明書を取り外された子供であれば、私の言葉を聞いてください。彼らの拒絶は、あなたの繁栄ではありません。私はページ・コネリー、27歳です。何もないところから築いた会社を運営しており、私を選んでくれた家族がいて、夜もぐっすり眠れます。それだけで十分です。もしページの物語があなたのものを思い出させたなら、ぜひコメントでお知らせください。あなたは黄金の子供でしたか、それとも置き去りにされた方ですか。そして、もしこの話があなたの知っている誰かに響くのであれば、ぜひシェアしてください。時には、あなたが必要としていた物語は、誰かがあなたに送るべきものであることがあります。このような物語が他にもありますので、説明欄をチェックしてください。お聞きいただき、ありがとうございました。どうか自分を大切にしてください。